よもフランス街の中なんです。今私の後ろに映っているのは超有名カフェレドマゴでございます。そう、今ね、私たちがいるのはパリの6区サンジェルマン・デ・プレ界隈でございます。今回はこのサンジェルマン・デ・プレ界隈の魅力に迫っていきたいと思います。このね、サンジェルマン・デ・プレといえば切っても切り離せないのがこの有名カフェですよね。ということで、まずはこのサンジェルマン・デ・プレの超有名カフェの2つを紹介していきましょう。サンジェルマン・デ・プレの有名カフェといえばまずはここでしょう。レドマゴですよ。ここが有名なのは19世紀から20世紀にかけて知識人たちのたまり場となっていたのがここなんです。詩人でいうとランボーとかベルレーヌ、そして哲学者でいうとジャンポール・サルトル、シモーヌ・ボーヴォワールだよね。アーティストでいうとね、ピカソなんかがここの常連だったんですって。1936年、ピカソは彼の代表作となるゲルニカを準備しておりました。その時にドラマールという写真家の女性と恋に落ちるんだけども、彼らが出会ったのはまさにこのレドゥマゴのテラスだったんですって。その後ね、ドラマールはピカソのゲルニカ制作のルポタージュをすることになるんですけども、歴史的な場所だっていうことがわかるでしょう。カフェレドゥマゴはすぐ隣にライバル店があるんですよ。カフェドゥフロールと言います。そこもね、超有名カフェになっているので紹介しましょう。ここがもう一つの超有名カフェのカフェドゥフロールです。第二次大戦中にね、ほとんど燃料がない時にここの2階にあった暖炉は常に暖かかったって言われているんですよ。ですからもともとレドゥマゴにいた知識人たちは大戦中はね、この2階に行ってそのあったかい暖炉の近くに陣取って自分たちの本を執筆していたっていうんですね。ですからね、ジャンポール・サルトルに存在の無という有名な著作がありましたけども、その大部分が書かれたのがこのね、カフェドゥフロールと言われているんです。19世紀20世紀に活躍した知識人のたまり場だったために、ここはインテリとかね、おしゃれ、あるいは洗練されたなんていうイメージで語られる場所なんですけども、そもそもなんでここサンジェルマン・デ・プレっていう名前で呼ばれているんでしょうか。実はね、その由来となった建物がこれなんですよ。かつてここには広大な土地を持ち、非常に力を持ったサンジェルマン・デ・プレ修道院というものがありました。その修道院の名前がこの界隈の名前に残っているということなんですね。ちょうど鐘が鳴ってますよ。まさにね、今鐘が鳴っているのはこれがサンジェルマン・デ・プレ教会なんだけども、これはかつての修道院の一部だった教会なんですよ。もともとここには6世紀から教会があったと言われているんですが、現在の教会は10世紀後半から12世紀にかけて作ったものなんです。当時の建築様式、ロマネスク様式で作られた教会です。ロマネスク様式っていうのは重たい石の天井を壁で支えるというシステムなので、非常にね、重厚感のある壁というのが特徴なんです。壁で屋根を支えてますので、壁には大きな穴とかね、窓を開けることができません。だから窓は小さい、ステンドグラスなんかも小さいっていうのが一つの特徴なんですね。ということでね、内部でもロマネスク様式の特徴いろいろとありますので入っていきましょう。ロマネスク様式の一つの特徴がこの半円アーチなんですよ。完全に半円になっているでしょう。これがね、時代が進んでゴシックになってくると、このちょうどてっぺんがキュッととんがっていく尖塔アーチっていうものになっていくんです。尖塔アーチになるとね、重たい石の天井をより効率よく下に柱にね伝えることができるようになるので、建物はより高く、壁は薄く、ステンドグラスを大きく開けることができるようになるんですね。ロマネスク様式の別の特徴はね、この柱の上の部分、これ柱の頭って書いて柱頭っていうんですけども、この部分がね面白い彫刻になってるんです。通常だと植物モチーフなんかが多いんですけども、このね柱の3面あるいは4面に聖書の物語を3コマ漫画4コマ漫画のようにして表現する物語的中東っていうものがね作られるのがこのロマネスク様式の特徴なんですね。ロマネスク様式は分厚い壁があるっていう話をしたんだけども、その壁に壁画を描くっていうのも一つの特徴なんですよね。このねサンジェルマン・デ・プレ教会でも美しい壁画がいっぱい描いてあるでしょ。ただね、これは19世紀に描かれた壁画なんですよ。実はね、19世紀っていうのはフランス中の教会が修復された時代でもあるんです。
というのは18世紀後半にフランス革命があるでしょう。そのフランス革命の時に多くの教会壊されているんです。19世紀初めに教会の建て直し政策が決まると、フランス中の教会がねその時期に修復されることになります。内装をもう一回やり直そうという話になると、19世紀に活躍していた画家たちが内装の壁画を描くようになるんですよ。このサンジェルマン・デ・プレ教会のすぐ近くにあるサン・スルピス教会も事情は一緒でした。内装を全部やり直そうって話になった。その一部を担当したのが19世紀ロマン派を代表するドラクロワだったんですね。ドラクロワはその仕事を受けるためにこのすぐ近くに住居兼アトリエを借りて引っ越してきます。実はそこが現在はドラクロワ美術館になっているんですよ。お連れしましょう。ドラクロワの住居兼アトリエはパリの中でも最もロマンティックな広場と言われているこのフルスタンベール広場に面しておりました。すぐ正面にねこのレンガの建物があるでしょう。これはサンジェルマン・デ・プレ修道院の修道院長が住んでいた宮殿なんですよ。そして今私たちがいるこの広場もかつては修道院の敷地内だったんですって。ちょうどねちょっと遠くから見るとここねロータリーのようになっているんですが、ちょうどここは馬車そして馬小屋があったところなんですって。そしてこのまさに角にあったのがドラクロワが住んでいた住居兼アトリエで、そこが現在ドラクロワ美術館になっているので行ってみよう。この角の扉の部分からドラクロワ美術館に入ることができます。おー、雰囲気あるでしょう。はい、そうするとねこういう中庭に出るんですけども、もともとねこういうところの住居っていうのは修道院で働いていた使用人の人たちの住居だったみたいですね。はい、1階部分はねこういう馬小屋とかねその馬車を止めるような場所になっていて、2階部分が住居スペースになっていたんですけども、ドラクロワ美術館はこのねちょうど角にあって、ドラクロワが住んでいたのはこの2階部分なんですよ。この階段を上っていくとドラクロワが住んでいた住居部分に行くということなんですね。階段を上りきるとねここはちょうど控えの間のようになっていて玄関ですね。そしてここに廊下が広がっていく。この廊下の周りにね4つの部屋がありました。一番左ここがドラクロワの寝室だったところ、その奥がサロンです。そして右の奥がここはね食堂だったんですね。まずは食堂から行ってみようか。現在はねここ特別展が開催されていて、アングルとドラクロワを比較するっていうねそういう比較展なので、ちょうどねこの真ん中にはアングルが弾いていたバイオリンがあるんですよ。でここが食堂ね、ここのね真ん中には結構大きな机が置いてあったみたいで、友人とかね家族なんかが来た時、親戚なんか来た時はここで食事をしたんですって。ただねドラクロワってここに住んだの晩年なんですけど、やっぱり自分の時間がねなくなってしまう、制作時間にできるだけつぎ込みたいということでほとんど人は招待していなかったみたいですね。けどねたまに人を招待した時におしゃべりなんかをしていたのが、今度はこの続きのねここはねサロンです、ね、友人たちとのおしゃべりなんかをした場所、ここにはねソファーがあってくつろげるような空間だったみたいですよ。でここにね招かれたのはビクトル・ユーゴ、アレクサンドル・デュマ、ジョルジュ・サンド、さらにショパンというねもうその歴史にね名を残すような人たちがここに招かれたと、それでおしゃべりを楽しんだと言われています。そしてその奥にあるのがですね、ここがドラクロワの寝室部分。こんなね感じのねもうフランスを代表する大巨匠でございますが、結構ね一般的なこういう住居に住んでいたということなんですよね。ドラクロワは結婚もしていないし子供もいなかったんです。もちろんねいろんな恋人はいたかもしれないんだけども、最終的に生涯独身だったんですね。じゃあ彼はここに一人で住んでいたのかというと、実はね家政婦ジェニーっていう家政婦と住んでいました。ただね家政婦っていうと洗濯物をしたり料理をしたりっていうイメージなんだけど、実は今ね私たちがいるのはこれ日本式でいう2階なんだけども、4階に料理人と使用人がまたね1人ずつ住んでたんですよ。
そうだからね、家政婦っていうのはそういう料理人とか使用人にドラクロワさんの意思を伝える指示をしたりね、あるいはドラクロワの帳簿をつけたりとか、その身の回りの世話をするっていう感じだったんですよね。ですからね、お手伝いさんというよりはこれね、マネージャーって言った方がいいんじゃないかな。でそのジェニーさんと支えられながら、ここでね、彼は晩年の生活を過ごしたっていうことなんですよね。こちらがジェニーさんの肖像画ですね。彼女はね、ドラクロワが亡くなった後、結構ね、彼の作品を相続したり遺産を相続したりしてるんですね。ですから彼女はドラクロワの身の回りを世話をしただけじゃなくて、やっぱり精神的な支えにもなっていたということなんでしょうね。ドラクロワが亡くなったのはこの家と言われてるんだけど、最後ドラクロワはね、ジェニーさんの手を握りながら亡くなっていった、息を引き取ったと言われているんです。ここがドラクロワの住んでいた住居部分なんですけど、ここでね、彼はね、制作をしていたわけじゃないんです。制作はここに隣接する庭にまた別にね、アトリエを作ったんですよ。そのアトリエご案内します。ここがね、ドラクロワのアトリエなんですよ。天井高いよね。そしてここには大きな窓が開いております。ここがドラクロワの制作の現場だったということですよ。いろいろなものがあるんですよ。ここにはね、これサルタナパールの詩っていう、これルーブルに本物ありますけども、完成形がありますけど、その下絵ですね。そしてここにあるのがドラクロワの使ったパレットですよ。すごいね、こういうものが残ってるんです。で彼はね、油絵をやっていただけではなくて、こういうところにもね、パレット残っていますけども、彼は水彩画もたくさん残しているんだけども、水彩パレットね、こういう感じで残っております。でこのちっちゃいやつ、これはちょっと外で描くようかな。ほとんどね、ドラクロワはアトリエの中で描いたって言いますけども、たまにはね、外で描いたこともあるんでしょう。でこちらがね、絵の具箱ですよ。当時まだチューブ入り絵の具っていうのが発明されておりませんので、こういうところにね、顔料を入れて、そしてこの引き出しの部分には薄めるためのね、油、そして溶かす用のテレビン油っていうの、そういうものを入れてね、こういうふうにして大きな箱で絵の具を管理しておりました。これね、画材とかね、そういうのを当時はね、集めるの大変だったから、こういうのをね、足りない絵の具を買うなんていうのもやっぱり、ね、この家政婦のジェニーの仕事だったんじゃないかっていう感じですよね。そしてここにはね、彼が使ってたイーゼルです。はい、結構ね、大きなイーゼルですけど、高さが調整できるようになっているようなイーゼルがありましてね、こういうのも残っております。はい、ここがね、ドラクロワ美術館の中庭なんです。ここドラクロワが住んでいた時は、この中庭を彼は一人で使うことができたんですって。まさにね、この中庭が気に入ったからドラクロワはここに住居を決めたというふうにも言われております。この中庭の中に彼自身が設計したのが先ほどのね、アトリエね、まさにドラクロワの制作現場になった場所ですよ。ドラクロワがここに住み、そしてここにアトリエを構えていたのは、このすぐ近くにあったサンスルピス教会の壁画を完成させるためでしたよね。ということで、サンスルピス教会の彼の壁画見に行きましょう。サンスルピス教会までやってまいりました。大きな教会でしょ。パリのノートルダム、サントゥスタッシュ、マドレーヌ教会に次ぐ教会と言われていて、パリの中でも最大級の教会です。もともとここには12世紀から教会があったんですけども、現在見えているこの教会は17世紀に作ったものね。そして18世紀の後半は例に漏れずフランス革命の時に多くの被害を受けた。そこで19世紀初めから半ばにかけて大修復作業というものが行われました。その時に天使の礼拝堂の壁画を描いたのがドラクロワなんですよ。ドラクロワはね、天使というテーマであればどんな天使を描いてもいいよと言われたそうです。さあ、ドラクロワ一体どんな天使を描いたんでしょうか。見に行きましょう。ドラクロワが装飾を担当した礼拝堂は、入り口を入ってすぐ右手のこのね、小さな小部屋なんです。ここが天使の礼拝堂と言われ、このね、両側の壁画、そして天井画を
ドラクロワは制作しております。1枚目の絵画はヤコブと天使たちの戦いです。祖国を追われたヤコブが祖国に帰るエピソードなんですね。画面の右側には祖国に帰っている家族たちが表現されています。ヤコブは川の近くで休んでいました。そこに急に天使が現れて戦いを挑まれるんです。この絵画はその戦いの決定的瞬間、ヤコブが天使を倒してこれから馬乗りになって勝負がつく、そのね瞬間を表現しているんですね。2枚目の絵画は神殿を追放されるヘリオドロスという絵画です。これは旧約聖書の続編から取られたエピソードで結構マニアックなエピソードなんですけども、ヘリオドロスっていう人がね、王様から命令を受けてエルサレムの神殿から財宝を盗めと言われた。そしてヘリオドロスが盗もうとした時に大祭司は手に乗った。助けてください神様。そしたらね、神は戦う天使を3人送り込んだんです。1人は馬に乗ってるでしょ。その馬はまさに今ヘリオドロスの胸を踏もうとしてるよね。この後ぐちゃっと潰されてしまうような恐ろしい絵画になっております。それ以外にも鞭を持った2人の天使が舞いながら敵をやっつけてる。つまりここでもね、ドラクロワの天使のイメージっていうのは戦う天使のイメージということなんですよ。普通ね、天使っていうと受胎告知とかね、そういう優しい天使のイメージがあるんだけども、ドラクロワにとって天使というのは戦う天使だったんだね。なぜドラクロワは戦う天使をテーマにしたのか。実はね、戦う天使、これドラクロワ自身じゃないかとも言えるんですね。ドラクロワは必ずしも美術界のエリート街道を進んできた人ではないんです。当時主流だった古典主義、新古典主義とは全く別の自由の、自分の感情に任せて自由に描くというようなロマン主義というものの代表をする、ね、人だった。だから彼は自分の芸術人生、制作人生、常に戦いの連続だったんだろうね。批判もされた、主流ではない、そんな戦いの中から自分の芸術を探り当てていったのがドラクロワだったんです。まさに彼は戦う芸術家だったんですよ。だから戦う天使を彼は晩年にここで仕上げたんです。天井画も同じく戦う大天使ミカエルになっているわけですよ。このような3つ揃えて最後のドラクロワの晩年の作品になっているわけですね。ドラクロワはこの壁画を完成させた2年後に亡くなっております。ドラクロワが亡くなった時に彼に影響を受けた若手のアーティストたちは彼へのオマージュ作品というのをたくさん発表していくんですね。その代表がアンリ・ファンタン・ラトゥールという画家によるドラクロワ来産という絵画でございます。それ以外にもね、彫刻家のジュール・ダルーという人がドラクロワへのオマージュという彫刻作品を作っているんですね。その彫刻作品はこの教会のすぐ近くにあるルクサンブール公園にあります。ということで最後ルクサンブルク公園に皆さんをお連れしましょう。はい、ということでね、ルクサンブルク公園やってまいりました。めちゃくちゃいいとこでしょ。ここね、パリの中でもすごいおすすめの公園なんですよ。後ろに見えてるのはこれね、オランジュリーといって、かつてオレンジの木なんかを入れていた場所ね。このね、ちょっと先にドラクロワのオマージュ作品ありますから紹介します。これがね、彫刻家ジュール・ダルが作ったドラクロワへのオマージュ作品なんですね。一番上の胸像がこれドラクロワね、ますね。そしてその右下なんですけども、これはね、芸術の神様のアポロンです。アポロンがドラクロワお前はよくやったと称賛しております。そしてその左にいるのがこれ時の翁といって時間の神様なんだけども、時間の神様が裸の女性、これ栄光の女神です。栄光の女神を持ち上げながらドラクロワに差し出している。そしてその栄光の女神はですね、これアポロンのアトリビュートにもなっている素晴らしい芸術家に捧げるための月桂樹ですね。これ月桂樹の冠をこのドラクロワに捧げております。ドラクロワがね亡くなった時、若手の芸術たちはいろんなオマージュ作品を作ったんだけども、世間はそこまで重要視しなかったと言います。偉大な芸術家が亡くなったのにそれはないだろうということでね、このような作品が作られたんです。芸術の神アポロンはあなたの功績をよく分かってるよ。あとは時間とともにあなたに栄光が捧げられるでしょうという意味になっているわけですね。
なんと素敵な表現なんだろう。素晴らしい彫刻ですよね。ということでルクサンブルク公園にはドラクロワのオマージュ作品があるということなんですね。ただね、このルクサンブルク公園というところは実は非常に歴史があってね、素晴らしい場所なんですよ。そのね魅力のほんの少しですけども今回ね紹介したいと思います。今皆さんの目の前に映っているのがルクサンブルク宮殿でございます。フランス王アンリ4世のお妃であったマリー・ドゥ・メディシスが17世紀に作った宮殿なんです。彼女ねメディシスっていうぐらいなんでメディチ家からやってきたお嫁さんなんですよ。ですから彼女が生まれ育ったフィレンツェスタイルでこの宮殿が建てられております。今私たちがいるこのルクサンブルク公園というところはもともとはルクサンブルク宮殿に付属していた庭園ということなんですね。宮殿の目の前にはこのような大きな池があるんですけども、この池ではねこのようにちっちゃなヨットみたいなね帆船を浮かべて遊ぶことができるんです。週末とかねバカンス時期になると子どもたちが棒を持ってねこのような帆船をこの池に浮かべながら遊んでおります。これもねフランスのねルクサンブルク公園の一つの風物詩となっております。この帆船はねこの池の近くに、屋台みたいな車がありましてね、そこでね有料で貸し出ししているんですよ。ここに宮殿が作られる前、ここにはシャルトゥル修道院というものが13世紀からありまして、そこでねフルーツの木を栽培していたんです。そしてそのフルーツの木は現在でもあるんですよ。紹介しましょう。ここがね歴史的な果樹園になっているんです。もともと修道士たちがここでフルーツの木を育てていたでしょ。17世紀にそれが引き継がれて現在でもここではねリンゴと洋梨の木600種類がここでね育てられているんですって。中にはねものすごく古い種類もあって、アンリ4世がかじったリンゴもこの中にあるっていうことなんですよ。このような歴史的な果樹園、実は果樹を勉強したい人に授業が開かれてもいるんです。こんなね学びの場でもあるんですよ。そしてここには歴史的な養蜂所もあって、そこでもね養蜂の授業をやっているそうなんですよ。行ってみましょう。あそこにあるのが19世紀半ばからある養蜂所なんですけども、分かります？今白い服を着てね作業している人たちがいますけど、まさにあそこ今養蜂の授業をやっているところですね。ちょうどね今この授業をやっている先生の話を伺えるということなんですけども。Bonjour. Bonjour. Donc il est en train d'apprendre apiculteur. Ici, depuis 1856, on forme entre 70 et 100 personnes à l'apiculture tous les ans. Donc même pendant les deux guerres mondiales, on continuait de donner des cours. Ah oui. Donc c'est une école historique. C'est une école historique, ouais. C'est le premier endroit en France où on a vraiment fait la promotion de la ruche sans tuer les abeilles pour récolter. Sans tuer. Sans tuer les abeilles. Avant, on tuait les abeilles en France pour pouvoir récolter le miel il y a 150 ans. C'est plus le cas. En ce moment, on a 25 ruches à l'intérieur. Ah, 25 ruches. Voilà. Et donc à l'intérieur de la ruche, on voit qu'on a des cadres ici. On a plusieurs cadres et donc on est en train de faire une visite pour pouvoir regarder si tout va bien. Ça, c'est une ruche qui, pour le jardin du Luxembourg, est assez populeuse, donc il y a beaucoup d'abeilles à l'intérieur. Et on fait une visite. Alors je la remets et puis après je Alors ici, c'est un rucher école. Donc on a juste ici une instructrice qui apprend les premiers gestes. Donc on est au tout début de l'année, donc les gestes sont encore un peu hésitants, c'est normal. Ces toits sont les toits historiques du jardin du Luxembourg, qui sont là depuis 150 ans. Et donc on voit à l'entrée de la ruche les abeilles entrer et sortir. Voilà, on utilise ici la fumée pour pouvoir calmer un petit peu les abeilles. Donc vous récoltez tous les ans des miels. On récolte tous les ans du miel du parc du Luxembourg qu'on met à la vente le 3e week-end de septembre. Ah d'accord, on peut acheter également. On peut acheter le miel du parc du Luxembourg. Est-ce que c'est bon, le miel de Paris? Le miel de Paris est bon comme tous les miels. Après, ici, il a un goût surtout de tilleul parce que le parc du Luxembourg est un conservatoire. Donc les plantes qui sont plantées ici sont les mêmes depuis des centaines d'années. Et c'est pas des plantes qui sont très mellifères. Donc c'est pas des plantes qui fournissent beaucoup de ressources pour les abeilles. Et on peut donc ici avoir principalement du tilleul, mais le reste de l'année c'est très sec. Donc on est obligé de nourrir les abeilles pour pas qu'elles meurent de faim à l'intérieur de Paris. Super. Merci beaucoup, professeur.
いやすごいでしょう。もうねワクワクが溢れてるのはこのルクサンブルク公園という感じなんですけども、後ろではねこれペタンクというスポーツをやっております。カーリングにちょっと近いかな。鉄の球をね投げてコショネっていうものにできるだけ近づいた人が得点を得られるというね、これ結構面白いスポーツなんですけどもね。ですからもう大人も楽しめるでしょ。そして子供も楽しめるんですよ。子供のねとっておきの遊び場がありますんで紹介します。とっておきの遊び場、それがですねここなんですよ。メリーゴーランド。実はこれパリで最も古いメリーゴーランドと言われていて、しかも設計したのがなんとオペラ座の設計士のシャルル・ガルニエが作ったものなんですね。そしてこれは単なるメリーゴーランドはなくて、ここでね子どもたちはある遊びができるようになっているんです。ここにね乗ってる子たちはねこういうふうにね棒を持ってるんです。そしてその棒でもっておじさんがねあそこにリングを、その棒でもってねおじさんがあそこに掲げているリングの中に棒を通すことによってリングをねどれぐらい取れるかっていう、そういう遊びができるようになっているんです。だから子供棒を持ってねほらリングをいっぱいこうやって貯めてるんだよね。このね可愛いんですよね。このね馬だとかね鹿だとかねそういうものがあるんだけど、ほら子供が棒を持ってるでしょ。棒でリングを掴むんですよ。ほら疲れた、よしやったぜという感じだよね。はい、よくできました。はい、ということでサンジェルマン・デ・プレすごいね。もう有名カフェもあればドラクロワのアトリエもあって壁画もあって、そしてこの公園でしょ。もう魅力にあふれてる会話という感じがしましたよね。ということで今回ねこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録高評価お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。非常に励みになります。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。